音楽授賞式やテレビ番組でのパフォーマンス映像で自分の大好きな推しの姿がカットされていたり、他のメンバーに比べてほとんどカメラに映っていないことがあれば悲しい気持ちになりますよね。このようにファンからしたらありえないような編集や演出が実際に何度も起こっているのです。放送ディレクターや映像編集者は一体何を考えているのでしょうか。今回は自民に対する悪魔の編集についてまとめました。アーミーならこの差別的な扱いに激怒する人がほとんどでしょう。どのようなことがあったのか一つずつお伝えします。BTS 悪魔の編集とは？まずは悪魔の編集とは何かをご説明しますね。悪魔の編集は番組の映像編集者の意図的な作業によって出演者の言動を事実とは異なるように作り上げる編集のことです。話の流れの前後をカットするなどのトリミングを行い、出演者を悪者や笑い者にしたりします。悪魔の編集は映像を面白おかしくするためにバラエティ番組やサバイバルオーディション番組でよく行われているのだとか。その他、音楽授賞式やテレビ番組で披露されるパフォーマンスでは特定の人物を編集でカットしたりカメラに映らないような演出があることも聞いているだけでも嫌な気持ちになりますが、自民に対する悪魔の編集を見てみましょう。第36回ゴールデンディスクアワードの自民の編集。2022年1月8日にソウルコチョクスカイドームで第36回ゴールデンディスクアワードが開催されました。BTS は映像のみの参加となり、生放送でのパフォーマンスを披露できない代わりに、2021年12月に行われた BTS Permission to Dance on Stage LA の映像がテレビ初公開されることに、アーミーたちが不満を感じたのは、バターのパフォーマンスが始まる前に披露されたダンスブレイクのシーンです。コンサートでは、このダンスをダイナマイトとバターの合間に踊っていました。最初に J-HOPE がセンターに立ち、ダンスが始まります。数秒後にポジションが変わり、次はジミンがセンターへ。本来であればジミンのアップが映ると思われたシーンで、不可解な編集が行われており、ジミンの姿がカットされていたのです。放送を楽しみにしていた世界中のアーミーが、このパフォーマンス映像を見て怒りを覚えました。コンサートの映像と見比べると、ゴールデンディスクアワードで放送された映像は不自然だということが一目でわかります。センターで踊っているジミンをカットする正当な理由なんてあるのでしょうか。理解に苦しみます。この編集に多くのアーミーが憤慨し、BTS の所属事務所であるHYBEへ抗議の意を示しました。ネット上には、ジミンがカットされた編集が悲しい、ジミンペンとしては不満です。明らかにおかしいと、編集の仕方に不満を持つアーミーの声が広がりました。ファンを悲しませるような編集はしないでほしいですね。アーミーたちがモヤモヤしていることを察したのか、2022年1月9日の深夜、ジミンはウィバースに会いたいです、幸せに待っていますと書き込んでいました。優しいジミンのことなので、アーミーの気持ちに寄り添って、このような投稿をしたのかもしれませんね。ジミンのつぶやいた温かい言葉に胸が熱くなります。そもそも、ジミンが差別的な扱いを受けたのは、これが初めてではありません。ジミンをわざとカメラに映さないようにしているのではないかと勘ぐりたくなるようなミスが、2021年に連続して発生していました。バターのダンスブレイクのシーンで、ジミンに照明が当たっておらず、暗くて全く見えないというシーンが3回もあったのです。そのこともあって、ゴールデンディスクアワードの編集の仕方は、アーミーの怒りを爆発させました。BTS のメインダンサーであるジミンのパフォーマンスは、ファンはもちろんのこと、マスコミや専門家など多くの人から称賛されています。ジミンのダンスシーンをカットしたり、照明を当てないという行為は、絶対にあってはならないことです。度重なるミスに、ネット上では、
ダンスブレイクのシーンを編集した理由は、ジミンに照明の当たっていないステージがどうして3回もあるの？所属事務所の幹部の中にジミンのアンチがいるのでは？などと様々な疑問が飛び交っていました。アーミーがハイブに対して怒りを感じたり不信感を抱くのも当然のことです。それくらいひどい編集と演出ですよね。先ほどジミンに照明が当たっていないステージが2021年に3回あったとお伝えしましたが、どの時にそのようなミスが起きたのかをまとめました。一つずつ順番にご紹介しますので、ぜひご覧ください。2021年ビルボードミュージックアワードの照明。一つ目は、2021年5月23日、現地時間にアメリカ・ロサンゼルスで開催された2021ビルボードミュージックアワードでのパフォーマンス映像です。昨年のダイナマイトと同様に、BTS はバターのパフォーマンスを韓国からリモートで披露しました。ジミンが暗闇に紛れてしまった場面は、前述したようにダンスブレイクのシーンにあります。向かって右端に立つジミンの場所には十分な照明が当たっておらず、顔がほとんど見えていません。この映像を見たアーミーからは、ひどい照明。BTS は6人ではなくて7人です。暗くてジミンが見えないから寂しいなど、悲しみの声が上がりました。どうしてこのようなことが起こるのか、本当に謎です。ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーブン・コルベアの照明。2021ビルボードミュージックアワードの2日後の5月25日、現地時間、アメリカの人気トーク番組、ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーブン・コルベアに出演した BTS。この時に公開されたパフォーマンス映像も、ビルボードミュージックアワードと完全に同じ照明のミスが起きていました。ダンスブレイクのシーンを見てみると、照明の当たっている場所から、またもやジミンだけはみ出ていることがわかります。たった数秒のこととはいえ、ジミンのダンスがしっかり見えないと悲しいですよね。リハーサルの段階で、このようなミスは防げないものなのでしょうか。こういったことが続くと、ただのミスではないのではと思ってしまいます。グローバル・シチズン・ライブの照明。2021年9月26日、現地時間。貧困を撲滅させるための活動を行っている国際的な社会運動団体であるグローバルシチズンは、公式 YouTube チャンネルを通じて、大規模な生中継イベントグローバルシチズンライブを開催。BTS はソウルでパーミッション2ダンスを熱唱し、グローバルシチズンライブのオープニングを華やかに飾りました。このイベントは BTS のいるソウルをはじめ、ニューヨーク、パリ、ロンドン、リオデジャネイロ、ロサンゼルス、シドニー、ラゴスといった6大陸の主要都市で、公演などの様々なコンテンツが披露された世界的な超大型イベントです。オープニングで披露したパーミッション2ダンスの舞台と同じく、バターのパフォーマンスも韓国の国宝スーレイモンを背景にして行われました。ジミンの照明に問題があったシーンは、ビルボードミュージックアワードとザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーブン・コルベアのステージと全く同じで、バターのダンスブレイクのシーンです。ジミンの場所だけ照明が当たっていないので、暗くて見えにくい状態になっています。何度同じことを繰り返せば済むのでしょうか。ジミンだって照明がきちんと当たっていないことに気づいているはず。しかし、どのような時でもアーミーのために全力でパフォーマンスを披露してくれるジミンが私は大好きです。本当に魅力的な人だと思います。まとめ。今回はジミンに対する悪魔の編集と度重なる照明のミスについてまとめました。重要なダンスシーンをカットしたり、照明を当てないという行為は本当にありえないことです。意図的に行ったのか、はたまた単なるミスなのか、所属事務所からの説明がないため理由はわかりませんが、このような差別的なシーンを見ると、ただただ悲しい気持ちになります。もう二度と同じようなことは起きてほしくないですね。
世界中のアーミーのモヤモヤした気持ちがきちんと背部に届いていたらいいなと思います。